皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。トランヤのノバというね、ワイヤレスイヤホンをご紹介したいと思います。トランヤというね、今回私初めて聞いたんですけども、なかなか定評の高いワイヤレスイヤホンということです。一体どんな感じなのか、これから開封し、そしてスペックの解説、ファーストインプレッションという流れでご紹介していきたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。パッケージ内容はこの通りになります。まず本体そのもの。そしてこちらは予備のイヤーピースになります。また USB-C、USB-A の充電ケーブル、短いものが入ってますね。そして日本語に対応しましたね。このような取扱説明書もしっかり入っています。ということでですね、外観を見ていきたいと思いますが、まずね、サイズ感になりますけど、こんな感じですね。正面から見ますとこんな卵型になりますが、このように薄くなっています。下部にこのように USB-C のポートがついています。そして背面にはこのようなペアリングのボタンですかね。こういったものがありますし、トランヤというロゴも入っています。そして前にはこのように LED のインジケーターがついています。また指に引っかかりやすいようにスリットが入っていまして、開けますとこんな感じになります。取り出してみたいと思いますね。かっこいいですね。なかなか短めになっているので非常にコンパクトでいいですね。そしてサイドにトランヤのこういったロゴが入っていまして、デザイン性がなかなかいいんじゃないかなと思います。そしてケースはこのように縦に入れるタイプになっていまして、つまみやすくてケースに戻しやすいなと思います。では重さを測ってみたいと思います。こちらのスケールであれば 44.5g となりました。そしてイヤホン単体であれば 4.7g ですね。両耳で 9.3g となりました。ということでざっと主なスペックをご紹介したいと思います。このトランヤノバというワイヤレスイヤホンは 12mm のドライバーを搭載しています。またコーデックはですね、aptX のアダプティブに対応しているということでね、非常に期待が持てます。そして当然ながら ANC、アダプティブノイズキャンセリングにも対応し、最大で 43dB に対応しています。このあたりの数値も比較的大きめとなっています。もちろん外音取り込みモードもありますので、外の音を取り込む機能ももちろんついています。そしてこちらのね、イヤホン単体には片側に3つずつのマイクを搭載していまして、合計で6つですね、マイクがついています。これによってクリアな通話を実現し、最大で 90% のノイズを低減するということです。そしてね、この機能ついてるとめちゃめちゃ便利になりますが、マルチポイントもしっかり搭載していますので、スマホとペアリングした後に、例えば自宅ではパソコンとペアリングするとかね、このイヤホン1台に対しまして2台のデバイスをペアリングすることができまして、このあたりね、切り替えもシームレスにできるということなので非常に便利ですね。そしてバッテリー持ちになりますが、このケース併用で最大36時間ということです。また、イヤホン単体で満充電されている状態からであれば9時間持つということですね。十分なバッテリー容量があるんじゃないかなと思います。そして低遅延モード、いわゆるゲームモードにも対応しています。40ms 未満の低遅延モードということです。そしてなんとワイヤレス充電にも対応しています。では実際にワイヤレス充電できるか確認してみたいと思います。今グリーンになっている状態はニュートラルな状態になりますが、充電ができる場合を置きますとブルーに変わります。変わってますね。しっかりワイヤレス充電に対応していることがわかりますし、ここね、点滅していますね。充電中ですよということがわかります。外しますとね、グリーンに戻りましたので、今ニュートラルな状態に戻りました。そしてしっかり防水機能にも対応していますので、多少の雨や汗でも故障する心配も少ないのがいいですね。またトランヤオーディオというアプリにも対応しています。もうすでにペアリングしてありますけど、ここにトランヤノバと出ていて、ケースのバッテリー残量と、それぞれイヤホンのバッテリー残量、さらに接続済みと出ているのでね、ここからカスタマイズできるようにもなっています。というわけでね、早速サンプル視聴してみたいと思います。どんな感じなんでしょうか。すごいですね。低音がかなり強いです。もう早速ちょっと鳥肌立ってしまいますね。いつもこのララランドのテーマソングをサンプル視聴で使っているんですが、結構音域がデフォルトの状態でも広いですし、そして奥行きのある音が出ています。低音がかなり強いですね。そしてエイジングがほとんどされていないにもかかわらず、かなりクリアな音が出ていますね。ということで、ちょっとサンプルで聞いてみましたけども、これは標準の状態で結構いい音出ていますね。しばらくエイジングしたら相当化けるんじゃないかなという感じですね。というわけでこの後、しばらく使った上でのファーストインプレッションをお届けしたいと思います。
あれからですね、しばらく使った上でのファーストインプレッションをお届けしたいと思います。まず最初に気になりますのは音質ですね。1週間ほど使ってみたんですけども、エイジング自体の時間は10時間未満だと思います。最初のサンプル視聴で聴いた曲、ララランドの定番ソングがありますが、今思えばちょっとこもった感じはありましたが、今現在はかなり抜けのいい音質になりました。そしてレンジが非常に広いですね。中域から広域にかけてかなり抜けのいい音になりまして、低域は特にどんどんするようなね、このサイズにしまして重点は結構強いなと思います。こういった価格帯のものでもここまでの音が出るのかっていうぐらい音質がいいんじゃないかなと思います。ちなみに音質に関しましては、トランヤオーディオのアプリでこのイコライザーですね、こちらである程度カスタマイズすることもできます。デフォルトではバランス、低音ブースト、低音を弱める、音声強化というね、この4つがありまして、カスタマイズっていうのをやりますと、好みの音質をこのように調整してありまして、これが結構ベストだなっていう状態です。この状態ですと、本当に低域もある程度ありますし、中域もちょっと高めになっていて、パフォーマンス若干下げてる状態になりますけども、個人的にはこれがかなりクリアに広がりのある音をね、ここで作り出すことができました。このように好みの音を自分で作ることもできますので、こういったプリセットのものでも十分かもしれませんけどね、自分で好きな音を作り出すことができるのがなかなかいいんじゃないかなと思います。そしてそのまま操作性に関してになります。トランヤオーディオのアプリの中のボタンの設定っていうのがありまして、左と右それぞれにこのタッチ操作によってどういった機能を割り当てるかを事細かに決めることができます。多くのワイヤレスイヤホンではよくあるのがシングルタップ、ダブルタップ、トリプルタップとね、3回タップしたところまでの設定っていうのがよくできるんですね。もしくは長押しですね。これぐらいはできますが、なんと4回目、5回目のタップまで調整することができますが、何を設定していいのか分かりませんでしたので、無効にしてあります。ちなみにですね、開きますとこんな感じで機能を割り当てることができますので、ここから自分の好きなものをね、選んでいただければと思います。ですので、こういったね、カスタマイズ性が高いのもやっぱりいいですね。特にアプリとやっぱり連携できるっていうのはこの辺の強みじゃないかなと思います。そして次に気になりますのは、やはりね、マイク音質ではないでしょうか。LINE の音声通話を使いまして、iPhone の LINE で着信したものを収録してあります。こちらをご覧いただければと思います。ただいまトランヤノバのワイヤレスイヤホンのマイクを使って通話品質を見ています。ただいまトランヤノバのワイヤレスイヤホンの通話品質を検証しています。音量並びに音質はいかがでしょうか。ただいまマイクのテストをしています。ということでいかがだったでしょうか。さすがに3つのマイクついているということで、私の周りの環境音っていうのは相当除去されている状態で、ほぼ声だけが強調された状態で相手に伝わっていることがわかります。ということで音楽を聴きながら何か通話をしたいとき、このマイクを使ってそのまま話してもいいんじゃないかなというレベルとなっています。申し分ないですね。はい。ということで今回トランヤのノバというワイヤレスイヤホンをご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。特にね、このデザイン性、なかなかシンプルなんですけど、高級感があっていいですね。またワイヤレス充電にも対応しています。そしてマルチポイント機能もついているので、スマホで聞いていながら、そしてパソコンでゲームモードを使ってね、ゲームしたり、動画編集など低遅延で編集することもできますので、なかなか使い勝手の幅が広いんじゃないかなと思います。ということで気になった方は概要欄にリンクがありますので、こちらから詳細ご覧いただければと思います。この動画が良かったよということであれば、高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。